こんにちは、さきです。今は夕方くらいです。仕事終わりに桜を見に来ました。めっちゃ綺麗。満開です。バスに乗って公園に来ました。でもあんまりいい天気じゃないです。でもいい景色です。桜が少し散ってます。これは花びらと言います。桜は春にしか見れないので、写真をたくさん撮りました。天気が急変しました。最悪。雷がゴロゴロ鳴ってます。雨が降ってきたのでファミマに避難します。パンを買います。このパン気になります。買ってみます。ダイソーに来ました。ダイソーには化粧品が豊富です。つけまつげを買います。初めて買ってみます。日本では束感のあるつけまつげが流行ってます。次にアイブロウを買います。私はこのアイブロウ使いやすくて好きです。でも一つ200円だから気をつけてください。今日は寒いのでシチューを作ります。今日の買い物の合計は2200円でした。どうやってお金を出せばいいでしょうか。千円札が2枚と100円玉が2つ必要です。今日はシチューを作ります。今日買ったこのルーを使います。コーンの味が濃いのでめっちゃ美味しいんです。冷蔵庫を開けます。人参の皮をピーラーで剥きます。人参を切ります。玉ねぎも切ります。昨日残してた半分のものも使います。鍋に入れます。しんなりするまで炒めます。しんなりしたら水を加えます。沸騰するまで待ちます。グツグツしてきたらアクを取ります。そしてルーを入れます。溶けるまで混ぜましょう。そして弱火で10分くらい煮込みます。最近冷凍食品を追加して楽をしています。今日はこれ、たらこパスタです。剥がさずレンジでこのまま加熱すると書いています。いただきます。うまっ。最近日本はだんだん暑くなってきました。でもまだ肌寒い日もあります。そういう日はシチューを食べましょう。最近半袖着たりしてるんだけど、30分後には寒くなって長袖を着てます。
なんで？春はやっぱり気温差が激しいですね。話は変わるんですけど、最近美容室に行ったんですよ。髪を切ってもらってる時に話をしてたんですけど、頭を動かさないようにするのがめっちゃ大変でした。固まってました。クイズです。これは日本語で何と言いますか？答えは冷凍食品です。最後にもう一回聞くので覚えておいてください。化粧水をつけます。今日はこのパックを使います。マニョは日本でも超人気です。最近このコメントをもらったんだけど、私の方法を紹介します。髪を乾かす前にヘアミルクをつけます。これはとにかく匂いが気に入ってます。髪を乾かした後にこのヘアオイルをつけます。毛先を中心に塗るのがポイントです。さっきも食べてたけど、まだまだ食べます。今日ファミマで買ったパンを食べます。コナンを見ながら。ザクザクしてて美味しいです。漢字を書きます。今日は人見知りと複雑を書きます。コメントありがとうございます。皆さんはどのくらい人見知りですか？私は30% くらい人見知りです。最近コミュニティで投稿したんですけど、近々漢字だけを書く動画も投稿予定です。皆さんは漢字を書くの好きですか？嫌いですか？今までコメントで受け取ってきたたくさんの漢字のリクエストをまだ動画で紹介できてないんです。だからアップしたら絶対見てください。この動画ではたくさんの単語をシェアしました。でもまだ完璧ではありません。ネイティブに近づきたいなら、あともう一つ覚えていってほしいです。これを知ってたら周りより一歩リードできます。それはダラダラするです。やることがあるのにやらないでのんびりするっていう意味です。一日中ゲームしてダラダラしてたとか、バイトの後疲れて家でダラダラしてたとかです。この単語をぜひ覚えておきましょう。さて、もっと自然に日本語を話すためには何が必要だと思いますか？それは家の中だけじゃなくて、外で使う言葉にももっと慣れることです。私と一緒にレストランに行ったり、実際に日本の街を歩きませんか？じゃあこの動画でまた会いましょう。バイバイ。これは日本語で何と言いますか？